栗原家でよく飲んでいる豚汁でございます。豚汁というものの栗原家での立ち位置はご飯を食べるためなんですね。で割としっかり味なので、最初に炒めてちょっと油感入れてあげてしっかり味の豚汁を作るっていう。赤味噌絶対美味しいと思いますね。そっちの方がねこっくりなんですよ。ほんのりとろみがあってちょっと深みがある感じ。白いご飯をうまい。もうザ・栗原家の豚汁でございます。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは定番メニューを作ろう豚汁でございます。ちなみに今日の豚汁は栗原家でよく飲んでいる豚汁と全く同じ作り方なのでチェックしてみてください。じゃあ早速作っていきましょう。じゃあ材料紹介ですね。まず豚こま肉、それから玉ねぎ、人参、ごぼう、油揚げ、あとお水、それから赤だしですねがごま油、お酒で、さらに山椒をかけて食べるんですね。で今日は赤だしを使うということもあるし、具材のだしが結構ちゃんと出るのでだし汁じゃなくてお水で煮ていきます。そこもポイントですね。じゃあ早速材料を切っていきますが、まずそうですね、ごぼうを洗って皮そぎますかね。栗原さん、それは何ですか？わざとらっすいこれはちょいマナっていうね。ちょいマナ。前も紹介しましたよこれ。あ、そうですか。こうやってね皮も引けるし、ちょっと切るのに便利ですよね。でもう一回よく水で洗ってでささがきしていきますね。ちょっと大きめでいいですね。あんまり小さくしない方が。やっぱり豚汁はなんだろうかな、各具材のサイズ感がちょっと大事ですかね。何かが一つだけ主張しちゃうとなんかちょっと違うんだよな。ごぼうはこのまま水にさらして、15分ぐらい置いておきますね。続いて人参ですね。人参は皮を剥いて、皮もね食べれるんですけどね、けんちん汁ってあるじゃないですか。けんちん汁はなんでそういう名前になったのか、諸説あるんですけど、建長寺というお寺で食べられていたスープだと。でその建長寺のスープはこう皮とかなんですよね。本当はね皮も栄養分あるんでね無駄にはしたくないんですけど、ちょっとやっぱり煮た時に皮が少しプツっていう感じなので、気にならない方は入れていただいた方がいいですね。玉ねぎは繊維に沿って5ミリぐらいのスライスですね。で最後は油揚げ、そうこんにゃく入れたりしますね。あとねこんにゃく入りますね。こんにゃくありますよね。今日は入れないですね。今日はそうですね。そしたらごぼうの水気を切って、あと豚肉にちょっとだけお塩、下味つけてちょっと揉んでおきます。たら火をつけてごま油で炒めていきますね。ここは結構大事なポイントというか、要は豚汁というものの栗原家での立ち位置はご飯を食べるためなんですね。で割としっかり味なので、最初に炒めて赤だしに負けないぐらいなんていうかな、ちょっと油感入れてあげてしっかり味の豚汁を作るっていう。油温まったらまず豚肉ですね。お肉の赤いところがほぼ見えなくなったらここで野菜入れていきます。まずごぼう、人参、から玉ねぎですね。でじゃがいもとかを入れる時も、このタイミングがいいでしょうね。ちょっと早めに入れて火通しておいた方がいいかな。あとは切るサイズですね。あんまり分厚く切っちゃうとじゃがいもだけガリッとしてるってこともありえるので、しっかり油かませてこのまましばらく炒めていきます。
あ、そうそう、冬はねやっぱ寒いじゃないですか。でよく豚汁に生姜のすりおろしたっぷり入れて飲んでますね。野菜が半透明になってきたらここでお水ですね。このまま煮ていきますが、ここでお酒を入れて荒々しい香りを少し飛ばしてあげるのと、味が入りやすくなるんですね、お酒入れると。だから味噌を入れた時のこの全体感っていうかね、一体感っていうかな。だからさらにここで油揚げも入れて一緒に煮ていきます。油揚げ、僕は豚汁の場合は油抜きとかしないですね。豚汁の思い出は何かあるんですか？豚汁の思い出、強いて言えばですね、一つだけ思い出しましたよ。ちょっと沸いてきたんで中火にしますね。占いの細木数子さんがテレビ出て料理されてたんですよ。でなんかお料理上手みたいですね。で豚汁作ったんですよ。分量感がすごい似てたんですね。やっぱ同じ感じで豚汁作る人いるんだなと思って、もうそういう思い出ですね。でも豚汁はね、ほんと赤味噌、結構色の濃い味噌でやった方が絶対美味しいと思いますね。そっちの方がね、こっくりって言葉をよく使うんですけど、こってりじゃないんですよ、こっくりなんですよ。こってりまでいかないんだけど、なんて言ったらいいんだろうな、ほんのりとろみがあってちょっと深みがある感じ、それが美味しいんですよね。あとこの具材の柔らかさってのも結構重要かな。なんか食感ありすぎるとちょっとねさっぱりするんですよね。野菜の水分がまだ中にしっかりあるから、そのスープ自体とあんまり一体感がないですよ。だからくったりして溶けちゃうまではいかないんだけど、しっかりと柔らかい感じの方がこっくり食べられる。でちょっと5分ぐらい煮た後に一回この時点で味見をします。で塩分全く何も入ってない状態なんで、だしじゃないんですけど、やっぱ豚肉も入ってるし、いろんな野菜入ってるんで旨味があるんですね。でここで火を弱めで赤だしを入れていきますね。で最初にお伝えしたように赤だしなんで、このお味噌の中にはだしも入ってます。だからだし感十分なんです、これでも。でも普通のお味噌でも十分旨味があるので美味しく食べれると思うんですね。でやっぱり最初に炒めたことでちょっともうすでにこっくり感があるんですよ。この時点で味見をしてる。入れていきます。はい、溶いてちょっと本当はねここで止めた方が味噌感強いのかもしれないんですけど、僕割と煮ちゃいますね。うまい。で1沸騰ぐらいさせてここで盛り付けですね。でネギがある時は青ネギ添えたりしますけど、今日は具だくさん。お好みで山椒ですね。絶対山椒いいと思うんだよな。はい、完成です。まずつゆですね。うまいぞ。具材も白いご飯をうまい。これだけで十分ご飯食べれますよね、ほんと。しっかり味だし、あと漬物ぐらいで定食でいいんじゃないですかね。なんか休みの日のお昼とかね、ぜひ作ってみてほしいです。これはもうザ・栗原家の豚汁でございます。ごちそうさまでした。